今回は特別企画、背景もちょっと変えてみたよ。まあ大体この季節って言ったらわかりそうなもんだけどな。今回の企画は、プロ野球に関しての都市伝説や、ちょっとした小ネタを紹介していくものだよ。うぷ主はホラー苦手だから、都市伝説系もあまり見ないんだけどな。まあ、今企画では、選手が亡くなったといった出来事に関して、載せないようにしているよ。紹介順としては、都市伝説などの噂の類、次に小ネタ集って感じかな。あと、時間が長くなりそうになったら分けるかもしれないよ。それじゃあ早速、紹介を始めていくよ。今回の企画の都市伝説ってのは、大体が〇〇の呪いって言われているものなんだけど、メジャーリーグにもそういったものがあるんだよ。まずは、バンビーノの呪いってやつだよ。1920年当時、経営難にあえいでいたレッドソックスは、12万5000ドルの金銭と、30万ドル以上の負債の肩代わりをすることを条件に、ベイブ・ルースをヤンキースにトレードしたんだよ。しかしこのトレード以後、ヤンキースは上昇軍団になりレッドソックスは低迷、なぜかあと一歩のところで、優勝に手が届かないという悲劇を繰り返し、次回のワールドシリーズ制覇まで実に、86年の年月を費やすこととなるんだよ。っていうか、なんでこれはバンビーノの呪いって呼ばれてるんだ？ああ、実はバンビーノっていうのは、ベイブ・ルースのニックネームで、言い換えればベイブ・ルースの呪いって読み取ることもできるんだよ。って言っても、トレードで移籍したための戦力ダウンだという話にもなるんだけど、その後80年以上シリーズ制覇がなかったことを考えれば、ファンとしては呪いにでもかかってんじゃないかって思うよね。まあカープもリーグ優勝から25年間遠ざかってたから、呪いの類を疑いたくもなるけど、単純に戦力不足ってだけでもあったし。でもこの呪いっていう言われ方、こうなるとそれに対する行動でも起こしてたんじゃないのか。まあ確かに、呪いを払うために、ファンはいろいろなことをしていたそうなんだけど、エベレストの頂上にレッドソックスの帽子を置く。ヤンキースのキャンプでヤンキースの帽子を焼く。浄化のため、悪魔払いを雇う。ルースが所有していたピアノを探し出し、マサチューセッツ州サドバリーにある、ルースの農場、ホームプレートファーム近くの池に落とすなど様々なことをしたそうだよ。なんか、浄化のためと言っている割には、支援が含まれているようにも思えるんだが。まあ、そんなこともありながら、2004年にシリーズ制覇をするまで、呪いと言われ続けたそうだよ。ちなみに、このメジャーでの呪いは、あと2つあって、これを含めて、メジャー三大呪いとも言われているそうだよ。次に紹介するのは、ヤギの呪いというものだよ。1945年のワールドシリーズ第4戦の試合前、カブスを応援するため、ペットのヤギを連れてくることで有名だった男性が、カブス本拠地のリグレーフィールドへ入場する際に、ヤギの匂いを理由に入場を断られたんだよ。すると、ここまで2勝1敗と優勢だったカブスが以降、3連敗を喫し、ワールドシリーズに敗退。さらにカブスが2016年に、108年ぶりとなるシリーズ制覇までの71年間、その出場すら果たせていなかったのは、このファンとヤギによって呪われたとされ、男性の名前から、ビリー・ゴートの呪いとも称されるているよ。まあ、衛生上しょうがないことだとは思うけど、どうしてこれが呪いの原因になってんだ。実は、このヤギの飼い主のビリーという人物が、カブスは二度と勝てないだろう。リグレーフィールドにヤギの入場が許されるまで、カブスは二度とワールドシリーズに勝てない。そう言い放って球場を後にしたんだよ。それで、飼い主の名前も入っていたんだな。まるで言霊だな。また、それを象徴するかのように、1972年と1983年にはビリーの甥のサムが、再びヤギを連れて球場へ観戦しに行ったんだけど、ここでも入場を断られ、直後にカブスがリーグ首位から陥落したんだよ。まあ、そこでヤギを球場へ入れたとしても、どうなったかわからないけどね。さあ、お次は三大呪いの3つ目、行ってみようか。3つ目は、ブラックソックスの呪いってやつだよ。1919年、ホワイトソックスは当時のオーナー、チャールズ・コミスキーが極度の臨食家、いわゆるドケチであったために、好成績にもかかわらず他チームより低年俸でプレーさせられていたよ。投手のエディ・シーコットが、30勝したらボーナス1万ドルの契約を結ぶも、閉幕3週間前に、29勝目を挙げると以後、登板機会を与えられなかったなどがあったそうだよ。なんか、最近も似たようなことがあった気がするな。このため、1919年のワールドシリーズでは、ブラックソックス事件が起こり、1920年には、8選手が球界から永久追放を受ける。この事件以後ホワイトソックスは低迷し、長くワールドシリーズ制覇から遠ざかっていたのは、この事件の影響からとされていたよ。ブラックソックス事件っていうのは、1919年、MLB のワールドシリーズで発生した八百長事件で、1919年のワールドシリーズで優勢を予想されていたホワイトソックスが、レッズに3勝5敗と敗退。結局レッズが同年のシリーズを制することになったんだよ。
シリーズ前から噂されていた、賭博絡みの八百長疑惑が真実味を帯び、地方新聞の暴露記事がきっかけとなって事件が発覚。最終的に、ホワイトソックスの主力8選手が、賄賂を受け取ってわざと試合に負けた容疑で刑事告訴されたよ。ワールドシリーズを金で売った、と言われていたこの事件は、米野球界のみに止まらず、精神的国技として、野球を半ば神聖視する風潮のある米国社会に衝撃を与えたよ。てか、ここで言うブラックソックスの呪いってどういう意味だ？球団名はホワイトソックスだろ。当時ホワイトソックスの選手たちは、他のどのチームより低賃金でプレーさせられ、ついにはユニフォームのクリーニング代も選手の自腹としたため、彼らのユニフォームはトレードマークであるワズの白ソックスまで常に黒ずんでいたよ。そのため、彼らは八百長事件以前から、ブラックソックスと揶揄されていたんだよ。トップがドケチゆえに下の人間が苦労してしまう、選手たちにとっては苦しかっただろうな。そしてこの呪いは、2005年にワールドシリーズを制覇することによって、解かれたことになったよ。この3つの呪い、中には最近まで解けていなかったものもあってなんか恐ろしいな。まあ、実際これが呪いなのかは誰にもわからないけど、呪いに自分の名前を入れられたってのは、あまりいい気分じゃないだろうね。というわけで、ここまでがメジャーリーグで有名な3大呪いだよ。ここまでで結構な内容だったんだが、他にもあるんだろ？まだプロ野球のやつやってないし。まあ今回は、プロ野球に関する呪いの類について解説したら、時間的にもちょうどいいかもね。ということで、早速日本のプロ野球で有名な呪いについて、解説していくよ。まず最初は、野村さんこと、野村克也選手の名前が呪いになったものだよ。いきなり有名な野球選手が呪いの名前に入ってんじゃねえか。これってどういうことなんだ？野村克也が南海ホークスの監督を解任された、翌年の1978年から、福岡大英ホークスにチーム名が変わった1997年まで、20年連続 B クラスに低迷した原因は、野村の呪いによるというものだよ。なんで低迷した原因が野村さんにあるんだ？いや、これファンの間では有名な話で、監督を解任させられた野村選手が、どういうわけか呪いを送り続けて、ホークスを低迷させていたって話だそうだよ。でも、1999年にホークスがパリーグ及び、日本シリーズで優勝できたのは、同年野村が、阪神の監督に就任し、阪神相手に苦闘していて、ホークスを呪っている場合ではなくなったからだと言われたそうだよ。いや、監督やってるチームに悪戦苦闘して呪いどころじゃないって、なんかさっきの呪いの類とはどこか違うな。まあ、何かしら野村選手もホークスに思うところがあったのかもしれないね。その辺の情報は、シリーズで出している、歴代プロ野球選手解説動画でも解説しているから、よければ見てってね。唐突に別の動画宣伝し始めたぞこのまんじゅう。さて、お次は有名なものだよ。それは、カーネル・サンダースの呪いだよ。カーネル・サンダースってケンタッキーのやつだろ。それがプロ野球にどう関係するんだ？ 1985年に、阪神タイガースが念願の優勝を果たした時、これに湧き上がった、地元大阪の熱狂的なファンたちによって大変な騒ぎになり、カーネル・サンダースがなんとなくバースに似ているということから、ボートたちは店頭から、カーネル人形を強奪、優勝の立役者であるバースに見立てて、誰彼構わず胴上げしては一晩中騒いでたそうだよ。その中でも、テンションが最高潮に高まったファンが、ザリガニが住める程度には綺麗と言われている、ドブ川である道頓堀川にダイブ。他のファンもそれを見るや否や、次々に飛び込み始め、通りかかったものや、その辺にあるものを担いで、道頓堀川に放り込むという危険な騒ぎにまで発展してしまったそうだよ。そして、胴上げをしていたカーネル人形を道頓堀川まで運ぶと、人形を川へ投げ込んでしまうよ。そのまま川の底へと沈んでいったカーネル人形は姿を消し、そしてこの一連の騒ぎが、カーネル人形の怒りを買ってしまったそうだよ。その翌年、昨年の優勝は嘘のように阪神は大スランプに見舞われたよ。しかもその年だけでなく、翌年も翌々年も優勝どころか全く勝てなくなり、いつしかセリーグのお荷物球団と言われるまでになったそうだよ。1985年優勝時に、道頓堀川でのボートと化した阪神ファンの悪用を見ていた人たちからは、カーネルの呪い、と言われるようになり、じわじわとその話が広がり、今や全国的な都市伝説となっているよ。なんだかこれって、ハメを外しすぎたファンに、罰が当たった形になったんだろうな。それで、この人形はその後どうなったんだ？この被害に遭ったカーネル人形は、道頓堀川の底に沈んでから24年後、ヘドロまみれになりながら発見され、引き上げられたよ。発見者はケンタッキーフライドチキンに返そうとしたところ、もう新しい人形があるのでいりません。と断られてしまったそうだよ。
いやさすがに24年も経ってたら新しい人形があるわな。この人形、2009年に発見されるまで、色々な創作活動がされたんだけど、テレビの企画や、数年に一度大阪市が行っていた、道頓堀川の川底清掃作業でも像は発見できなかったんだよ。その間、ペナントレースは愚か、主力の選手にも負傷が相次ぎ、最悪の場合、怪我が原因で引退した選手もいるんだよ。まあ、どれもこれもその呪いのせいにしてもしょうがないんだけどな。それでもどうしてもそう感じてしまうんだろうな。その後は、様々な場所で展示がされていたんだけど、2017年に、大阪市にある日本ケンタッキーフライドチキンホールディングス社、関西オフィスへと移され、社屋で展示されているそうだよ。発見はされたが、ところどころ見つからなかった部分があったんだな。そして、1985年当時の阪神監督だった吉田は、人形が見つかったと聞き、歴史が終わったなと感じた。と語ったそうだよ。さて、次が今回のパートの最後になるよ。それは、ロッテ弁当の呪いだよ。ロッテ弁当の呪い、なんだそれ。今度は弁当が呪われてんのか。まあそれは今から解説していくよ。千葉駅などで駅弁を販売する万葉軒が1996年、当時エースだった伊良部秀樹をモチーフとした、決め手はフォークだ、伊良部弁当を発売して以降、千葉マリンスタジアムでは、千葉ロッテの人気選手をモチーフにした弁当が発売されているよ。しかし、弁当が発売されると、モチーフとなった選手に、何らかの不幸が降りかかると言われるようになったよ。また、それが選手の間でも噂になり、福浦和也は、福浦弁当を作る計画を拒否したとも言われているよ。また里崎智也も拒否したそうだよ。何らかの不幸、それって一体どんなのなんだ。伊良部秀樹、決め手はフォークだ、伊良部弁当を発売、その後球団と喧嘩別れをして、ニューヨークヤンキースへ移籍したよ。川本康之、成本俊秀の、ダブルストッパー弁当を発売し、両者とも故障で退団、他球団へ移籍したよ。フリオ・フランコの、フランコフルト弁当を発売し、その後不振で退団。黒木智弘の、ジョニー黒木弁当を発売し、その後故障し長期のリハビリに入ったよ。石井宏の、石井宏弁当を発売したけど、発売直後に故障して退団したよ。小坂誠の、小坂スチール弁当を発売直後にゲッツー崩しのタックルを受け、右足を骨折してしまったよ。ロバート・ローズの、ローズカツ弁当を発売しようとして、発売企画中に帰国し退団したよ。監督のボビー・バレンタインは、バレンタイン弁当を発売し、発売決定後にチームが5連敗、0.5 差でプレーオフ進出を逃すよ。イスンヨプの、イスンヨププルコギ牛丼弁当を発売し、シーズン後に退団し移籍したよ。唐川祐希の、唐川応援の唐揚げを発売。そして発売まで続いていた連勝が止まるよ。キムテグンの、キムチテグンバーガーを発売。その後に軍への降格はしないもスランプに陥るよ。アルフレド・デスパイネの、デスパインいいね丼を発売し、発売直後に右腰背筋座傷で全治2週間の怪我に見舞われるよ。荻野隆の、荻野選手大好き、ニンニクハラミ丼を発売し、発売直後に、右手第2指季節骨骨折で全治2ヶ月の重傷を負うよ。という感じで、選手の名前が入った弁当や球場グルメが発売されると、その選手に不幸が訪れるというものなんだよ。いや、思ってた以上にえげつないものもあって、そりゃあ拒否もしたくなるよな。他にも、弁当の呪いは他球団にも影響を及ぼすと言われ、2005年に新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスを、迎え撃つ開幕カードで、楽天ウェルカム弁当を発売すると、楽天は0対26の歴史的大敗を喫したよ。また、交流戦でセリーグの対戦相手の、ウェルカム弁当を4種類発売すると、ロッテはその4球団に勝ち越したんだよ。恐るべし、ロッテ弁当。とまあ、今回の動画はここまでなんだけど、これ以外にも同じような呪いの類はあるから、機会を見て紹介していこうと思うよ。歴史がある分、色々なものが人の想像によって出てきてそうだな。まあ、今回の動画で紹介されているものも、実際に人の想像によってできたものだから、信憑性があるかどうかはわからないけどね。それじゃあ、今回はこの辺で、次回は、小ネタ集を解説していくよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。